おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回使用するのは新しく実装されたキラヨシカゲ33歳独身。仕事は真面目でそつなくこなすが今一つ情熱のない男。おい、住所は森尾町高等台1の128。スタンドは射程近距離の爆弾スタンド、キラークイーン。これといって特徴のない影の薄い男さ。こっちを見ろ。やめとけやめとけ。フリーズ。勝ち負けは問題ではない。私は生き延びる。キラは格乱タイプながら近距離で戦うキャラ。ただし威力や発生速度は普通なのでこれだけを主軸に戦うのは少々きつい。射程距離は通常の近距離キャラよりほんの少し長い。しかしキャラ1人分程度の違いなのであくまで誤差程度。そこで重要になってくるのがキラークイーンの能力である爆弾。壁や地面などあらゆるところに設置可能で、敵が近づくと自動的に爆破。相手を直接爆弾化することも可能で、威力も上がるので近距離での戦闘の切り札になるよ。ただし爆弾化の射程はかなり短いので、狙いすぎずに使うポイントをよく見極めよう。さらにキラのパッシブスキルで、体力が半分以下の敵がサーモグラフィーで表示されるよ。通常攻撃2発もしくは爆弾で確実に倒せるので、サーモグラフィー表示の敵はどんどん狙っていこう。そして最後にアルティメットスキルのシアーハートアタック。周囲の敵を自動追尾して、接近すると爆発。持続時間も長く、爆発範囲も建物2階分くらいあるのでかなり当てやすい反面威力は控えめ。レベルアップで最大2回まで使えると言っても、使いどころはよく考えた方がいいね。それでは本編行ってみよう。仕方がないな。先ほども紹介したようにキラは格乱タイプながら通常攻撃は近距離タイプの中間レベルのスペック。光一くんやロハン先生よりも視覚が借りやすいので、どんどん回収していこう。キラクイ。君を始末させてもらう。キラのレベルアップによる解放要素はアルティメットスキルの解放と回数増加のみ。爆弾化やサーモグラフィーはレベル1から使えるので、序盤から安定した戦闘ができるのはとても嬉しい。運は味方してくれている。アップデ当日でプレイヤーも多いから、さすがにダービーの資格がいなくなるのが早い。とりあえずシールドは確保できたから最低限戦闘はできるかな。キラクイ。そしてここからがキラの戦闘だ。ロハン先生の罠と違って、キラークイーンの爆弾の設置箇所は他のプレイヤーから見えない。今だ。これがキラークイーンの能力だ。爆弾は一度に1箇所までしか設置できない分、威力は絶大。キラの爆弾は命中した相手が一瞬だけスタン状態になるので、一気に畳みかけよう。キラクイーン。レベルマックスになったのであとは無理に攻める必要なし。こうやって一箇所に爆弾を設置しておけば、誰か入ってきても先ほどのように迎撃できる。外から投資アイテムを見つけたプレイヤーが入ってくるかもしれないな。よし、早速誰か来たぞ。死んでもらう。いやーこのポジション取り強いな。罠を設置して建物を占拠するというのはロハンハウスに通じるものがあるけど、こちらは火力がある分かかった時の決定打力が違う。しかし投資を取ったのはいいものの、キラってシルエットが平凡すぎて投資アイテムで見てもすぐに断定ができない。体型や走り方はロハン先生と似てるし、ジャケットの裾が丈太郎や歌教員に見えないこともない。さて、エリアの縮小も来てしまったし移動しなくっちゃーな。残りのプレイヤーはすでにみんな安全地帯の方向っぽいな。やり合ってるやり合ってる。そうは言ってもエリアの縮小も始まっているので前進しなくてはならない。ここは体力が減っているキラの方向に詰めよう。向こうはあの体力で仕掛けに行くわけにもいかんから、引かざるを得ないだろう。残りのキャラは、キラ。そこにいるのもキラ。たまげたな。まだ他に4人もいるから、人数が減るまでは体力を温存しておきたい。爆弾を設置する時のエフェクトは相手から見えてしまうけど、あえて見せることで相手を近づけさせない効果もある。キラクイーン。君は死ななくてはならないんだ。甘いぞ。私がそんなことを
許すと思うか。前ばかり見ていて横から殴られないようにもしないとね。エリアの縮小もこっちの方だし、このままラインを維持していこう。無駄話をしている暇はもうないんだ。クソ誰が死ね。何こっちを見る。危ね今だ。こっちを見ろ。死んでもらう。キラークイーン。クソ誰がもう一段食らわす。何こっちを見ろ。我がスタンドキラークイーンのシアーハートアタックは狙った獲物は絶対に仕留める。体力を温存していたつもりだったけど、かなり危ない戦いだった。向こうも体力が残っていたし別のキラが撃ったシアーハートアタック食らってたらやばかったな。もし食らっていたらシアハ使いながら無理やり突っ込むってリスクの高い戦法に切り替えざるを得なかった。アルティメットスキルとしては威力が低いから2発残しておかないとやはりきつかったしね。それにしても爆発の応酬で今までにない派手な戦いになったなぁ。それでは次の対戦行ってみよう。オープンザゲーム。キラを1日使ってみた感想としては、かなりいい感じにまとまった両キャラ。他の格乱タイプである光一くんやロハン先生はキャラパワーが発揮できる場面が限られており、扱いがとても難しい。それに引き換えキラは近接戦闘ができるし、強力な罠や当てやすいシアーハートアタックがある。近距離タイプが得意でなおかつ、ロハン先生をある程度使って罠の運用がわかっている人なら使いこなすのはそう難しくないと思うよ。光一タイプの資格はすぐ足音を消して動かなくなるからめんどくさいな。ちょっと待ってくれ。ここでプレイヤー戦をやってる場合じゃないんだけどな。諦めたかな。私を見習いたまえ。まったく、本当にこそこそ隠れる資格はめんどくさい。時間を取られたせいでもう周囲の資格はいなさそうだな。次の手を考えよう。やったぞ。投資を見つけたら温存しておきたいところだけど、今回はレベルが足りていないのでそういうわけにもいかない。ここは投資で周囲を確認しながらどんどん動こう。プレイヤーだらけだなこの辺は。正面にはキラらしき影が複数、別方向にもまだまだいそうだ。ディオ様に。ブチャラティもいるなぁ。キラは射撃キャラやリーチの長いキャラ相手には広い場所だと対抗策がほとんどないので、なるべく相手をしたくない。君、一人かね。なかなか面白そうなやつだな。まだまだ仕掛ける時ではない。ここはひとまず安全地帯内の家を確保することを優先しよう。おや気楽ロデオショット当てるのうめえ。高台ミスタは面倒だけど殴りに行ったところで逃げられるだろうし消耗もしたくない。どうするかな。君の名前とか色々知りたいところだが、ここを立ち去らねばならんのだよ。やはりここは建物の確保を優先しよう。上から撃たれないように回避行動はしっかりとね。さて次の安全エリアはどこかな。ふむ。よしこの建物も入ってるな。甘い。さっきのミスタも位置を変えなきゃならんし、とりあえず一安心だろう。さあこのポジションを取ってしまえばキラは相当に強い。うっかり踏み込めば一気に爆弾からの致命傷だ。さあ気が吸ったな。君を始末させてもらう。爆弾の位置が悪くてちょっと反撃もらってしまったな。もう少しだけ下に設置して爆発と同時に殴れるようにしよう。ずっと、縮小範囲は依然有利だけどまだまだ人数はいる。油断せずに行こう。そろそろここも離れなくっちゃならんか。外でもドンパチが始まってるし、ギリギリまで状況を見極めよう。今ディオ様が向こうの木の裏に隠れたな。狙った標的は必ず仕留める。こっちを見ろって言ってるんだぜ。今まで乗り越えられなかったトラブルなどしねえ。一度だってないのだやろうなんて一日だ。やったぞ
のキラヨシカゲの勝利だ。2発目のシアーハートアタックを発射するついでに設置しておいた爆弾が炸裂して、勝負の命運が決まった。というわけでキラでした。様々なタイプの爆弾を操り、近距離戦闘もこなせる完成度の高いかく乱タイプキャラ。状況に応じて身を潜めながら設置型でチャンスを伺ったり、時にはシアーハートアタックや敵を爆弾化などで大胆に攻めよう。それではご視聴ありがとうございました。